さあ SR オールスターミーティング2019、今回で第4回目というところで、今年からですね、なんと富士スピードウェイのこの広大な駐車場に600台以上という SR 搭載車集まりました。まあ SR 搭載車といってもゲテモノも結構いますけども、基本はやっぱり131415、そして180というところが中心になるんですけれども、600台以上いる中から今回のゲスト、大さんと野村さんとアンダー鈴木と、それからドリテン川崎さん、さらには私、皆さんがどんなのを選ぶのか分かりませんが、ぐらっととにかく全部見てまいります。今日ね、多分ね、600台以上いるらしいね、SR 積んだね、いろんな車が。その中で俺、ベストオブ SR、これです。このワイドボディ、かっこいい。ね、かっこいい。ちょっと他にないワイドボディっていうのかな。これなんか細部までね、出来がいいしね、このサイドステップとのこの形状ね、こういう形とかがさ、なんかかっこいい。それとまたリアから見ると、またこれがかっこいいんだよ、これが。ドカーンとしたワイド感ね、これがめちゃくちゃかっこよくて、この作ったやつを見たいぐらいだけども、オーナーっていうのオーナーいたけど、はい、これ小僧じゃんこれ小僧じゃん。なんでお前こんなの作れるの？お前自分でこれ考えたのか？一応ほとんど親父と一緒に。ああ、やっぱ親父がいるんだな、やっぱりな。化け物の親父が。車の好きな親父がいるんだよ。普通今みんなバーフェンすごいのあるんだけども、みんな形的には似てるんだけども、ちょっとどっか違う。こういうこのえぐれ感とね、こっちのね、このサイドとのこのつながり感とかね、ここら辺がすごい。これ何インチだこれ、こういう後ろが 11.5J のマイナス40。マイナス4、11.5 のマイナス4だって、ほとんどこれ深リムっていうぐらい。自分で作ったって一番苦労したところなんかある？苦労したのはやっぱりフェンダーですね。ワンオフなんで完全にオリジナルなんで。そうだよな。そうです。最初から一から作り直して、ボディラインといろいろ考えて、親父と一緒に遠目から見て近目から見て、こうじゃないああじゃないっていうの。若いのは生意気なこと言うな、やっぱりね、いろいろと。まあ色もね、基本的に俺の大体色って僕の色なんだけどさ、基本的にね。この車高は別にこれはコンテスト用だよね。そうです。街乗りなんでエアサスで着地で。エアサス入ってんのね、一応。着地するように。生意気にエアサス入ってんだよこれ。ね、これ会場の中でずっと回っても、やっぱこれナンバーワン。君のが。ありがとうございます。後でゆっくり僕の作ってきたトロフィーを受け取ってください。はい。綺麗なシルビア180いっぱいいますが、ポンコツ見つけたですよこれ。鳥からオーナー似とるね。ありがとうございます。車も人も小汚い。はい。いくつなんですか？22です。なんか似とるね車と。ちなみにこれは何なんですか？このスプーンカラーのビジカラっていうのがあるんですけど、それをもじって鳥カラーになってます。はい、分かる人が分かる。ありがとうございます。なんでこのブルーと黄色は何なんですかこれは？もともと黄色の車が乗ってて、僕は黄色が好きだったんですけど、会社の先輩から黄色い車乗ってるんだったら前青くしてスプーンカラーにしろという指令が出たので、会社の先輩の言うことを聞いてこのラッピングをしました。大先輩が言うよ。もうちょっと綺麗な色に塗りなさい。はい。はい。もうちょっと小綺麗に。はい。これ仕様はヤフオクで4万円のイチゴの顔をつけて30万円で拾ってきた一応シルビアという。なるほど。はい。なんで S タイヤとか入っとるんですかこれは？一応サーキットグリップで走っていて、とりあえずタイヤに頼ってみるという案から考えて太いタイヤを、突っ込んでみました。グリップやってるんです。はい。こんな見た目で。ちょっと言ってもいい？はい。遅そうやね。はい。そんなに速いんですかこれは？全然速くないです。なんだ。ノーマルタービンなんで。でもなんか好きでやってたらよかったですねこれね。そうですね、楽しいです。大丈夫。そんなポンコツでも選ぶ人が多いとです。ありがとうございます。変わり者は変わり者とね、まあショップに任せるもよし、自分でやって失敗するもよし。さあシルビアもいろいろ楽しみ方があるんですね。もう600台以上ある車の中から選ばなきゃいけないということで、もうずっとぐるぐる歩き回ってるうちに何がいいんだか悪いんだか分かんなくなってまいりましてですね、本当に自分のセンス感覚が麻痺してきまして、だからって選んだわけじゃないんです。トータルとしての出来上がりで、目を引いた
これあれなんでもないそんな感じがします。とんでもございません。ちょうどオーナーがいたんで、聞いてみたいと思いますが、こんだけある中からだよ。はい、これ選んでみたんだけど、ありがとうございまなんでだろす。いや、わかんないです。まさか選ばれると思ってなかったんで。う。自慢のポイントはどこですか。自慢のポイントはリアフェンダーあこれねとホイールですかね。このフェンダーの仕上げはい。 40ミリぐらい、30型が75ですね。 75万、はい。そんだけ出てるでしょ。はい。なのになんか自然な、いかにもなんかもうはい最初からこんなような感じに見える。一応ここもプレスライン全部スムージングしちゃって純正の。はい。でなんかそういうところの細かいところが、はい。なんかいい。で多分なんかこうサンルーフ仕様、はい。後ろに回っても、はいこういう全ての仕上げはい。塗装感、板金屋さんじゃないですよ、私は。これ自分でやったんならなんかわかるんだよね。自分が板金屋で、ここまで綺麗に仕上げないと嫌だという、はい。で要するにさ、抜かりがないんですよ。はい。ガーニッシュにしてもこのテールランプの綺麗さ、それからその周りのこのモール類、はい。多分もう一周したら違うの選ぶと思うんいや、もういいですね。ここでいいですね。ここでなくていいここでいいです。はい。本当にわかりました。それでは平隆くんの180に決定。ありがとうございます。ドリフト天国編集長の僕川崎が選んだ一押しの車はじゃん、これ見てください。この迷彩の180、いかにもドリフトしそうなやつ。あまりにもすごいからオーナーに話を聞いてみましょう。月田くんどうぞ。何が僕がこの車がすごいと思ったのかというと、まず一見してラッピングだと思えるこの迷彩、なんと全部塗装です。ほらはい。塗装。そしてそれだけでなく、さあ北君中も見ましょう。はい。あなたハンドルもいっぱい飾ってあったじゃないですか。はい。中見てください。まずこういう合わせ方、シートベルトも迷彩、そしてこのかけてるハンドル、これも、デジタルカモンっていうんですよね。はい。もう一個ハンドルあったじゃないですか。はい。ほらこっちはウッドランドカモンみたいな、これもなんと塗装です。ほら、はい。塗装。そして見てください、ここら辺とか、このエアロのこういうところ、このメーカーロゴがたくさんバーってあるやつ、内装も FRP に変えて、これがなんと塗装です。ほら全部塗装どうして、ラッピングじゃなくてあなたはこういうの全部塗装でやったんですか。ラッピングだとやっぱツヤ、まあツヤありもあると思うんですけど、まあ主にやっぱツヤなしになるんで、やっぱツヤを出したくて、もう一個、はい。これドリフトするんでしょ。ドリフトします。噂によると来月のドリドレ賞とかもエントリーしてると聞いたんだが、エントリーします。ということはバリバリとドリフトしないと目立てないから、当然これでするわけですよ。これでします。そしてほらこのキャッチフレーズみたいなのもあるじゃないですか。どういう意味ですか。まあ壁叩いてみろみたいな。はい。ほら来い、壁叩いてこいよみたいなキャッチフレーズもつけているというぐらいドリフトをしながらこんなすごい、凝った車を作り出した。これもこういうなんか最近のこう外人のドリフト野郎がつけているような、例えば恵比寿の祭りとか夜走る人がつけているようなのもちょいちょい取り入れつつ、はい。ドリシャっぽくドレスアップの車が、完成したと。もういっか。はい。そんな感じでドリテンションは月田くんでした。おめでとうございます。2019年 SR ミーティングアンダー鈴木が選んだ車、こちらです。じゃあオーナーさんどうぞ。でマスクはしておきたいです。しておきたいです。新人類ですよね、やっぱマスク。今日僕がこれを選んだ理由っていうのは、ちょっと自分と全く違ったタイプのアプローチをしてる車だなと思ったので、これを選びました。見てください、このキャンバー、これで普段走ってるってこと。走ってます。コンセプトみたいなのは外国人とかの、ドリフトしてるような、そうですね、でっかい張り出しで、キャンバー外国の人がこういうスタイルでドリフトしてる。で中にロールバーつけて、だいぶキャンバーは違う。でもだいぶ効かなそうなウイングですよね。あ、そうですね。これちょっと効かないんじゃないのこれ。タイムアタックで使うと飛んでっちゃう。なんかこだわりのポイントっていうのはあるんですか。こだわりですか。ロールバーなんですけど、全部ワンオフで。そう、それがこの車の僕が選んだ理由の一つに、中見るとレーシングなんです。すごく
中だけボディだけ見るとこれタイムアタックに使えるんじゃないのみたいなボディをしてるんですけど、なぜここまで中が結構ロールバーのセンス多くて、でガゼットプレートが入って A ピラ B ピラ溶接で入って、で横にクロスバー入ってっていうスタイルがあるんですけ素晴らしいクオリティです。サーキットはど、走ってないです。走らない、はいストリート仕様、はい。意味ないですよね完全に。ここもワンオフですよ、ドアの内張りが。この綺麗な作り込み、とにかく今日、僕の中ではこの車一押しでした。平野さんがジェントルですね。さあリズムコール、はい、なんか7点、あ、ちょっとこうこの系ではちょっと低い。なるほどね。じゃあ川村さんいいですか。野村さんいきますよ。なんかうるさそうですよ。うるさそう、うるさそう。じゃあ川村さんいきましょう。 OK どうぞ。それではお願いします。どうぞ。はい、カモン。行きましょう。それでは安田さんどうぞ。それではどうぞ。もうさ、これさ、ここの映像だけ見てたらこれ何やってんだかわかんないよ。もう本当にビデオアクション。これでも出たー、春山だ。埼玉から来た春山です。いや聞いてないよまだ。書いてません。書いてないよ春山。じゃあ行きましょうか。まずは春山、いいですか春山さん。横。あ、ここ。ちょっと潜ってもらっていいですか。潜ってもらっていい？これ後ろじゃねえんだ。春山さん行きましょう。それではどうぞ。このドヤ顔ずっと。有吉さん、有吉さん、もう時間ないんで終わりです。はい、ありがとうございました。はい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、開けるなそこ。今何見えた？ちょっと開けてごらん。ちょっと、ロック。L 型じゃねえかよこれ。この企画はどうなん？ L2.8、3.1、フルツーンじゃねえかよ。いい音するに決まってんだよ。それ今日のミーティング SR オールスターミーティング。わかる？分かってる？だけどこれやるよね。やるね。それではお願いします。どうぞ。すごい速い。なんかマスクの子すりゃいいのに。お前死んじゃうよ。名前は宇月です。宇月さんね。だいぶねいいじゃん。でもいいの並んでくれたから。いいですか野村さん。マフラー綺麗。はい、じゃあ宇月君行きましょう。どうぞ。なるほど。なんか軽快だね。ほんと車検も OK ぐらいな音の大きさで音質まずまずな野村さん。8点。でもちょっと伸びなかったかな。そしてこの 8.5。まあまあというところ、いいところでした。宇月さんありがとうございます。山崎さん、はいちょっと待ってください。じゃあいいですか。いっちゃいましょうか。はい、それではお願いします。はい、OK。なるほど。これ調子良さそうだな。そうですね。はい。フルデュアル。枕。フルデュアルって古いデュアル。古いんじゃないよ。ずーっと2本出しだよ。はい、野村さん。いい音してる。8.5。お、8.5、野村さん高い。そして川崎さん。9。あ、9。お。高いねやっぱり。あら、今のところもしかしたらいい得点かもしれません。どうもありがとうございました。川崎さん。はい。本人からリクエストが。はい。吸気音も込みで。僕これ去年もよく見た。これ VA の NA 4スローですよね。じゃあいいですかコキさん。はい、じゃあこの OK 行きましょう。コキさんどうぞ。どうぞ。
ごいね。エンジンが怒ったってエンジンが怒ったエンジン怒ってますよ。もう怒ってる。山村さん得点はお9点。さあそして川崎さん8.5点だ。ということは今のところトップ小木さん。改造したエンジンの音もう時間ないんでそのまま出てってください。はい決めちゃいましょう。優勝は小木さん。おめでとう。どうぞどうぞお上がりください。全体を通していい音は自分の中でも作り上げてきたんですか。まだまだちょっとまだまだちょっとまだセッティング出てないって言ってましたもんね。本当はもっといい音が出るはずと。出したいです。いうところで見事に優勝は小木さんでした。おめでとうございます。拍手をお願いいたします。ということで皆さん本当にどうもありがとうございました。写真